28ぐらいからミュージカル女優に転校して、はい、うん百の万って下げられた時があって、はい、ブワーって涙が出て、こんにちは、エメラルドクラブの菅原です。今日は女性社長インタビューということで、株式会社メレアの鎌田社長にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず自己紹介からお願いいたします。はい、鎌田ひかりと申します。株式会社メレアをやり始めて今2年ぐらいですかね。2年、はい、はい、お仕事内容を教えていただけますか。お仕事内容は主にアーティストバーというなんていうのコンセプトなんですけど、私がもともと10代の時はダンサーの仕事をしてて、紅白とか M ステとか出てたんですけど、で20歳になって歌手デビューをして、で28ぐらいからミュージカル女優に転校して、はい、っていう感じで表舞台にずっと立ってきたんですけど、すごく不安定収入なんですよね。はい、でその中で事務所からのギャラだったりとか、やっぱりすごくなんだろう、別のバイトをしながらだったりとかっていう感じだったんですけど、その歌が歌えるっていう自分の武器をどうかなんだろう、いいバイト先ないのかなってずっと思ってたんですけど、アーティストバーっていうのは本当になくて、でその歌うことによってバイトができるっていうのを逆に探してたんですよね。その会社やる前はなかなかなくて、それでもう自分で多分立ち上げちゃった方が、その歌の仲間たちもいっぱいいるので、ミュージカルの女優ちゃんとか俳優さんもいっぱい知り合えるので、その子たちを自分の人脈で集めて、今バイトの子在籍20人ぐらいいるんですけど、もうその子たちでじゃあ20人がみんなアーティストなんですか。全員アーティストなので、働いてらっしゃる。そうです、はい、カラオケバーなので、そうですね、歌ったりハモったりとか上手な歌が聴けるっていうことですね。もうみんなプロフェッショナルな、メンバーでやってますね。はい、あと結婚相談所を副業でほんのちょっとアーティストバーは名前をなんていらっしゃるんですか。それが完全会員制でして、公表してないんですよ。そうなんですか。じゃあ飛び込みじゃいけないんですね。でも LINE つながってるお友達だったりとか、そういう経営者の方々、知り合い限定で。そうです、はい、知り合い限定、お友達も来てるんですけど、ゆくゆくは銀座店は今完全会員制なんですけど、いろんな地方だったりとかで、フランチャイズだったり自分がやったりとかで、全国展開していけたらいいかなっていう夢はあります。なるほど。今2年目っておっしゃってましたけど、今特に力入れてることってどういうことですか。力入れてること、でもコロナの影響もありますけど、今は本当に現状維持ですね。そうで、オープンして最初はやっぱり自分の宣伝で、いろんな人脈の人たちに連絡しまくって、そういう人たちが応援してくださってみたいな感じだったんですけど、そのお客様がお客様を連れてきてくださってのもう枝がすごいやっぱり広がっていくので、今は特になんか努力をしてっていうのはなく、自然とお客様たちに支えられてっていう感じですね。でももう1店舗本当は今年2店舗目を銀座でもう1店舗やる予定だったんですけど、ちょっとコロナの影響でできなくて、それのコンセプトが今度はアーティストバーではなく、もう絶大なる趣味がゴルフなので、もう今でも仕事しながら週4ぐらい、週4ですか。すごいですね。月18ラウンドぐらい毎月してるんですけど、もうとにかく本当にゴルフが大好きなので、そういうシミュレーションのあるバーっていうのを、ゴルフバーみたいな、ちょっと天井高いとこを、そうです、テナントずっと探してて、コロナがちょっと来ちゃったんで、来年できたらいいかなっていう感じで。逆に居抜きとか出そうですけどね。ピンチはチャンス。じゃあ次はそれをやりたいっていう感じですよね。今までやられてきて一番大変だったことってお話しいただけますか。一番大変だったことは、銀座っていう街でもありますし、あとはお酒を飲む仕事なので、接客業ですし、水商売みたいな感じなので、やっぱり人の心に寄り添うっていうことがとても、それがビジネスっていうか、それが売りなので、まず、私自身の成長もそうですけど、従業員のその精神面で、なんて言うんだろう、そうですね、そういうメンタルっていうか、そのサービス、なんて言うんですか、ホスピタリティですね、細かいところまで目をつけて、でお客様にハッピーになって帰ってもらえるっていうのを、まず教育が1年目はやっぱり大変でしたね。スタッフにそれを教えることっていう方、でお客様もいろいろなことを言ってくれる人もいれば、何も言わないで来なくなっちゃう人とかもやっぱりたまに最初の1年目はいろいろあったと思うんですけど、
でもやっと落ち着いてきたかなっていう感じで今は、楽しくやってます。大変だった時に助けられた言葉とか好きな言葉ありますか？大変だった、大変そうですね。なんか全然そのお店とは全然関係ないんですけど、なんか全然また違う別事業をやった時に、もううん百万って下げられた時があって、すっごい落ち込んだんですよ。しかもそれが本当に友達だったので、その時はめちゃくちゃへこみましたね。でもその時にそのいろんな経営者の方だったりとかにもこんなことがあってみたいな感じで話したら、もうそんなのいいんだよみたいな、次々みたいな感じで、もう2倍10倍もう50倍になってもビッグな社長になればいいじゃんみたいな感じで言ってくれた時に、やっぱりその経験されてる先輩方ってものすごいやっぱり経験をしてる話を聞くと、全然本当にちっちゃいんだなって思えたので、先輩からの助言は嬉しかったですね。なるほど。じゃあもう大変な時はもう先輩から助言をいただくみたいな感じですね。好きな言葉とかありますか？好きな言葉は、でも私も音楽の話になっちゃうんですけど、本当にどん底の時に、それは全然起業の前だったんですけど、25歳ぐらいの時かな。その時にカンの「愛は勝つ」っていう曲がたまたま CM で流れたんですよ。もう CM のほんの30秒だったんですけど、ブワーって涙が出て、もう心配ないからねみたいな感じのポジティブな歌が本当に支えになりました。支えられたっていう、支えられました。これから起業される方にメッセージをいただけますか？起業される方、私もともとちっちゃい時からですけど、すごいなんか人よりちょっと明るかったというか、ポジティブなので、本当に好きなことしか今までしてこなくて、もちろん嫌なこともたくさんありますけど、好きなことをするための嫌なことなので乗り越えられるじゃないですか。なのでもうとにかくわがままに好きなことをもうし続ければ、いつかなんかそういう形になっていくんじゃないかななんて。好きなことをし続ければいつか形になると。ストレスないですからね、好きなことは。努力してるつもりもないですからね。楽しくて幸せです。最後になりますけど、何か PR したいこととかありますか？ミュージカルのお話とかされなくていいんですか？そうなんですよ。9月25から1週間ミュージカルも出てらっしゃるんですよね。現役でミュージカルやってるんですけど、本番がなくなっちゃって。そうなんですか。コロナで。そうなんですよ。もともと4月にも本番あったんですけど、それも流れちゃって、で今回9月のもちろん流れちゃって、もう次いつ舞台に立てるかななんていう気持ちはあるんですけど、ちょっとそれ流れちゃったので、インスタグラムとかなんかそういう SNS でぜひなんかつながっていただけると。なるほど。なんて検索したらいいですか？鎌田ひかりで。鎌田ひかりで。本名と活動名同じ。それはカタカナ？漢字で鎌倉の鎌に田んぼの田でひらがなでひかり。インスタグラムを。あとYouTube も鎌田ひかりアカウントもあるんですけど、あと会社のメレアチャンネルっていうのもあるので、これからちょっとチャンネルの方も頑張っていきたいなと思ってます。チャンネル登録をぜひしていただいて、あと結婚相談所やってます。結婚したい方も募集中ですね。このYouTube の詳細ページに URL つけておきますので、お願いします。興味ある方はそこにクリックしてください。本日以上になります。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。